レギュラーのメデジオンです。今回は国岡ステファニー VS チャチャ e スポーツというわけでね、インドのクランとの対戦ですね。こちらは、ラッシュ GG という大会のティア1、一番ランクの高いところ、予選がありまして、そちら勝ち上がっておるクランしか出れないトーナメントになってて、だから強いクランが8チームかな ?16 か。16クラン集まってて、トーナメントで勝ち上がった16クランの中での頂点を決めようぜっていうトーナメントになりますね。前回まではね、5カップの動画をね、上げてたんですけど、今回からはラッシュ GG という大会のベスト16からやっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンオーカズの方からガククイヒーラバルという形ですね。さあ、この配置はね、というかね、このクランはね、以前クイーンウォーカーズ戦で守った配置っていうのをそのまま、なんかちょっと罠とか変えて出してきてる印象でしたね。前もなんかこういうことあったんだけど、ガクがね、以前この配置を攻めて、動画にもなってるんでね、覚えてる方もいるかもしれないんですけど、その時はね、クイヒ同じに攻めしてるんですけど、クイヒがイーグルの方の入っちゃって、だいぶ大変なことになっちゃったんですね。ウォールブレーカーでマルチ IT 開けてとか、すごいリカバリーはうまかったんですけど、間に合わずって形で、今回は本来やりたかったルートの方に修正してアタックしてる感じですね。さあ、ホーミングチェックバルーン入れていきつつ、大砲のタゲを取って、レイジからのウォールブレーカー。どうなんだろうな、角度的にこっち側通して、迫撃つけるか、拡張していきたいみたいな、そういうイメージに見えたんですが、ちょっとウォールブレーカーを思った通りにはつかなかったですね。さあ、フリーズで確実に処理していきつつ、ロイヤルチャンピオンを流してリカバリー。これは多分、迫撃につくと思ってやってたと思いますね。さあ、クイーンの方は戻っていって援軍と当たりますが、投石打てないので、ここに対してロイヤルチャンピオン。これは早めに見て、それしかないなと判断でのリカバリーになりますね。さあ、横打ち施設を両方消していきつつ、ウォーデン像が折れたことで、これでラバハウンドの HP も降りて、処理しやすくなってますね。さあ、タウンホール方面からラバルスタート。さあ、タウンホール起動、フリーズでここは溜めてか、嫌なトルネード、それは。赤爆も出つつ、トルネが出たのでレイジトームですね。このトルネがなければね、もうちょっと呪文が温存できたり、ヘイストだけとか呪文なしとかもね、選択としてはありだったかなっていうところなんですけど、このトルネードでだいぶ話が変わりましたね。さあ、裏からフリーズボマーを突き刺していって、まだヘイストがあったので、こっちに使っていきつつ、レイジもありますね。あ、そこシングル打ってちゃうんか。シングルをちょんと触って折っていきつつ、マルチ IT の方まで大活躍なクイーン。さあ、最終区画もレイジに乗せて、ユニット合流でフィニッシュ。大砲がまだ残ってるわ。ストライカーが3体残ってるのでロイヤルチャンピオンまでね、キングが伸びちゃったみたいなんですけど、残ってたらそっちに合わせるようなストライカーだったのかなと思います。うまい。さあ、インビジブル使っていって、フィニッシュガーサス。さあ、チャチャ e スポーツ、ライドラッシュ。シューター型ですね。最近流行りというか、イッツが紹介してから、結構、日本でもね、やる人が出てきたような、その攻めかな。まずはホグで、テストしていきつつ、テスラこれで5本見えた形か。シューターでグイック持ってきてるので、タウンまで見てるイメージかな。チャチャ e スポーツっていうとね、マジでスーパー、結構何試合も対戦してるんですけどね、結構クイーンウォーカーズ点取られてて、14点、15点取られることが多くて、基本スーパードラゴンがめちゃめちゃやってくるクランだったり、レジェンド編成だったり、ドラゴン系が多いクランなんですよね。今回はライドラッシュ、さあ、いいですね。罠チェックうまい。最近流行りの形はね、ライドラで、なんつうのかな、サージカルライドラみたいな感じやりつつ、スーパーガーゴイルで、残った施設を刈り取っていくみたいなね、そういうのが今流行ってるんですよね。流行ってるっていうか、イッツが紹介して、スチノさんとかもね、その戦術真似てやってましたね。さあ、ただ今回の場合は普通のライドラッシュかな。
みたいですね。たびたび登場するようなね、サージカルライドラーなんだろう。エクソシストとかね、シンセとかも前、クリエイティブマスターやってて、まあ僕もこの前、X チーム戦でやったんですけど、そういうライドラの使い方かな。さあ、ライドラッシュ2点に分かれてしまいまして、エアスイ2本。これは結構しんどそう。ウォーデンそれてるしね。ライドラはエアスイーパーに対して弱いですからね。さあ、ただ、バコンバコン吹かれていって撃てずに流されてるかわいそうなドラゴン。これがね、やっぱスーパードラゴンと違ってライドラの弱いとこだなって思いますが、今回はただシンプルなライドラッシュにスーパーガーゴイルを添えた形でしたか。さあ、稲妻チェインが入りつつロイちゃんのブーメラン飛んでいって、さあ、ここからマルチ IT に対してスーパーガーゴイル。これの使い方が強いですね。さあ、ロッキーバルがピョーンと飛んできまして、めちゃめちゃ罠解除してった。これ、いかれんのかはあ。いや、このスパガゴ採用が、これが強みだよね。マジか。途中までもこれで、きっつーと思って見てたのに。いやー、こういうの持ってかれるの辛いね。さあ、取り切られてしまいまして、続けて、カズマくん。この配置は、クレイジーギアか。クレイジーギア戦で、クイーンウォーカーズに向けて出てた配置なんですけど、さあ、イエティで迫撃砲のタゲを取りつつ、シューター投げ込んで、テスラの位置が変わってましたね。ワンチャンそのまま出してんのかなと思ったらね、全配置最終的に、その時の罠とか配置とかとは変わってましたね、結論。小細工入れてきやがってって感じですけど。さあ、これテスラのおかげで、タウンホール起動も難なくこなしつつ、まあ、大砲起動で見てたのかな、基本は。まあ、テスラのおかげで、事前にダメージを入れることができて、むしろ美味しいテスラにはなりましたね、これ。2本見えた段階で他にもありそうなんでね、バルーンとか投げてもいいのかなと思ったんですけど、手元にもうバルーンが3体しかいないというね。まあ余計なテスラ打つ分でタウンホール殴る回数が減ってもあれだなと思うのですが。さあ、ライドラでサイドカットをまずは行っていきつつ、3時の方からクイーン出してきましたね。おお、かなり固めてドラゴン出していって、ライダーまで登場。一気にショテトーム。かなり狭い面から出していってのレイジで、両サイド広げていくと。最初狭く、その後広く入って、後にもう一回ここで合流していくっていう、すごいドラゴンの理想的な動かし方。タウンホールは、折れたシューターさん。ここでテスラの方も、美味しく処理しつつ、インビジブルでヒーローを延命してますね。うまい。さあ、ただ、中心貫けるかどうだ。この投石のところが、ラバ出てる。リングが入ったんかな。さあ、スケルトンでシングル IT 取りつつ、さあ、怠慢だ。ドラゴンの怠慢ですが、ここはナイスインビジブル。勝てないですからね、今の怠慢は。さあ、フリーズまで使って、このギリギリの HP のドラゴンを延命していきつつ、ラバハウンドの処理はポイズンまであったので、突破させつつ、フリーズありますね。さあ、ダブルフリーズで、多分ドラゴン延命したかったイメージだと思うんだけど、これで突破と。さあ、このスーパードラゴンはシューターから出てきた分ですね。自分では持ってきてないので、スーパードラゴン。さあ、これはヒーローの活かし方とドラのルートがうまかったですね、シューターと。さあ、相手も2人目。やはりスーパードラゴンということでね、こういうイメージだね、チャチャイスポーツは。チャチャはこんなイメージ。さあ、バルーンを出していきつつ、何してんだろう。シューターなんだね。おう。これもラッキーテスラ。ただでも今までのチャチャイスポッツって、もう何でもかんでも突撃艦型だったんだけど、今シューター型に移行してるんですね。そうなると、突撃艦型よりは、ワンチャン惜しいな。時間も
長くはなるんで、まあ以前のような、うわー、これいかれるんかー、しかも早いみたいなところがちょっと半減してくれてるっていうのはちょっとアドかもしれない。このね、インド系のクランってね、今強いと思ってる戦術、マジでそのまんまたくさんやるんよね。同じ形を。それがね、結構特徴だったりする。なんかその人その人のやり方とか、なんか兵器が違うとかがね、結構クランによって、なんか人によって変わるのがね、当たり前かなと思うんですけど、このクランは割と全員が同じやり方するっていうのが統一して、ちょっと面白いんですよね。さあ、かなり中心部、罠も重いところなんですけど、フリーズ固めまくっていくことで突破していきつつ、うわ、強いな。シューターも強いですね、これ。クエイクがいらなくなってるので、どっか適当なとこにクエイク打てるような状況になりましたし。さあ、クイーンでタゲ取ってるのを見て、先にオーデンゾーリにかかりますが、クロークが出てしまう。いや、にしても強いな。さあ、ロイちゃん能力がまだ残ってて、ここで打つかな。打ち毒ですね。さあ、フリーズをかけていって、シューターが最終区画へ。これはさすがに、リクスケも出てきたので、捕まりますが、出てくるのはイエティだ。どうだこれ、微妙なライン。いやー。頑張れ、投石。クイーンクロック入ってるぞ。撃て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 。ナイス。いいよ、クイーン落としときたい、とりあえず。落としときたいけど、このドラゴンが。倒せ。落としたけど。惜しいな。どっちにしろイエティか、ミニエティでいったかな。いやね、これが持ち味なんですよ。うわ、行かれるのかっていうのが、インドクランの特徴。しぶといなっていう、なんか、うわ、それ行かれんのっていうのが多い。さあ、ホッサン、これはスケルトンインビジブルコウマリ。真ん中マルチかな？イーグルかな？マルチかな？イーグルかマルチか。このマルチとかむずいぞー。近接してる方がむしろ難しかったりするよね。空いてるよりも。さあ、しっかり成功。スケルトンもちょっとマルチ IT の方それてたので、マルチ IT は一瞬で折れましたが、どうだ？グランジョ少し寄せましたね。最後のインビジブルは、グランジョ側に寄せていって、リカバリーしていって、しっかり成功。ベビドラサイドカットからのクイーン展開。シングル IT の部屋に入れてきたイメージですかね。ジャンプ持ってきてるので、そのままタウンホール、投石タウンとか両方取れるようなツーサイドを目指していく形になるでしょうか。スケルトンかなですね。スケルトン、アイゴレ。ナイス。シングル捕まっちゃった。こういう1マス区画結構、バネありそうなんで、アイゴレ通るのちょっとヒヤッとしましたが。どうだ、帰ってきてくれそうかな。いいアイゴレ。フィストを使ってシングル、クイーンを突破していきつつ、タウンホールまで絶対持ってきたいんですが、どうでしょうか。ジャンプに反応してくれそうかな。内側から、金庫に行ってくれると熱い。はい、行ったね。オッケーオッケー。さあ、下からラバル、早くもスタートしてます。まあ強いですね、これ。タウンホールはキングで起動しまして、クイーンの方でしっかり落とすことに成功。ラバルが展開されております。さあ、安い逆光なんですけど、まあ、あそこフリーズで固めらんねえじゃん。フリーズねえじゃん。さあ、ジャイロイちゃん12時来てますね。さあ、ストライカーの角度がね、キングに座れないようにロイちゃんに当てていきたいので難しいんですが、ギリギリまで貯めていって、ここはヘイストトーム。ストライカーは出さない判断。4時から、そうだね、こっちから出して、キングに座れないように角度変えて、陸系の防衛施設がもうすでに落ちてますからね。さあ、バネとか巨爆は引っかかりますが、通った時点で勝ちと。1体はキングに行っちゃってるのか。とはいえ大量のユニット残っての旋回。プランが強かったですね、これは。このジャンプでもう勝ち確と。スケルトンインビジブルからのジャンプ。さあ、続けて、来ました。ライドラッシュに、これもシューターになって、
シューターに今、ハマってるみたいですよ、チャチャ e スポーツは。こっから行くの？うわ。対策済み。あ、バーバリアンで釣ってキングを勝利したインドラっていう形ね。ただちょっと大工の小屋を折り切って、ああ。なるほど、なるほど、なるほど。キングを処理してシューターを使っていくと。うまい、うまい、うまい。巨爆も2個あるんでね。キングいるとこに、シューター対策してんのもすごいね。見越してたんだ。まあ、あと対地クロス2本あるから、まあ、イーグルまで折れたらいいかな、みたいな感じなのかな。そうなるとちょっと端のテスラチェックとかしときたいけどね、これ。僕、ここまでしか取ってないから、結果、あったら結構大変なことになりますけど。さあ、ライドラッシュ普通に、レイジーショテトームでやっていきつつ、この辺はもう普通のライドラッシュですね。さあ、チェイン、やってるやってるやってる。さあ、フリーズ外した分で結構 HP 減りましたよ。テスラはなかった模様。ただ、リクスケルトンに捕まって死んでます。さあ、イーグル残ってます。さあ、クエイクを真ん中に打って、これはさすがにきつくない？シューター対策バッチシでしたね、ガク。さすが。巨爆からのリクスケルトン。テスラはここにあったんですね。さあ、フリーズで固めて、これ、ハイドラ延命にフリーズ使うんだ。さあ、シューターに対してこのスーパーガーゴイル。このスパガゴ強いね。遅れて出てくるスーパーガーゴイルが強い。っていうかさ、マジ？これ行かれるんか？もしかして。さあ、キングがどこの壁殴るか悩んでいきましたが、痛めつけられてる壁を発見。いや、マジか。クイーンもクロークでやってきて、これいかれんの？ ×3。3連発ですよ。いや、マジか。これ持ってかれんだ。このスーパーガーゴイル採用が結局、勝敗決めてますよね、でも。こういう防衛が続くとね、流れとしては悪いんですよね。いや、これいかれんのっていうのはね、ほんと流れ悪くなる。いや、マジっていう。これきついなーっていう。これ守れないのきついなーって結構ね、クラン対戦って流れはあるんですけど、これは結構露骨に、いや、これいかれんのかーいってなるやつですよ。さあ、クラウスもスーパードラゴン。クエイク入ってるんですけど、どうなりますかねって感じ。さあ、イーグルスーサイド。2ヒーロー使ってきましたね。ストライカーまで使ってイーグル砲を。ナイス巨爆。巨爆巻き込まれないように少し貯めてから、もう始めていくよ。なんならね、イーグル砲折っちゃってからスタートでもよかったんですけど、どっちにしろショテトームするから関係ないよってイメージかな。さあ、ジャイホグやってますね。ジャイホグで対空砲見てんのかなこれは。まあ、大砲売りか。さあ、タウンホールに向けて突撃艦で、中身はスーパードラゴン。フリーズですが、シングルちょっと怪しい。フリーズ。どうだ？いや、マジか。ギリギリ残っていく。さあ、レイジ、ちょっと呪文蹴散りましたね。まあ、クエイクは使ってたんですけど、これならちょっとスーパードラゴンじゃない援軍の方が良かったですね。さあ、これタウンホールの、オウルのチェインか。オウルのチェインで持ってきまして、どうだ、レイジが2発あるけどフリーズがない。罠との勝負だな。さあ、クイーン、クローク持ってって、できるだけ削ってほしい。さあ、ロイヤルチャンピオンにレイジを選択。まあ、ユニコーン落ちちゃったので、頑張ってくれ。投石の竹取ってんの偉すぎる。さあ、ラストレイジこっち打って先に降りたい。ナイス。さあ、レイジロイちゃんがスケルトンに対して、怒りの連打。さあ、対空砲折れたので、これはこっからバルーン無双で勝ちですね。ロイヤルチャンピオンも生き残っていってと。ちょっとヒヤッとしましたが、
クエイクフリーズとか使って結局タウンホール落とせてなかったので、シンプルに、ケチらずにバルーンライダーフリーズとかレイジとか、レイジフリーズと結局使った呪文の数同じなんで、ケチるぐらいなら普通に使った方が安全というのが分かりましたかね。バーサス。さあ、7人終わってオール全開というところ、ここでなんといきなりのラバー。純正ラバルが来て、嘘やんとね。ドラゴンが来るってもうあらかじめ分かってたんでね、チャチャ e スポーツってところでね。ちょっとドラを意識した感じにしてたんですけど、ラバルなんかいっていう。なんで俺のとこだけラバルなんや。おかしいだろ。そんな詐欺ある？さあ、スーサイド、普通にもう綺麗にいかれてますね。3ヒーロー単独で使われて、各節入れていって。さあ、援軍釣れるんで、ここで、うまい感じにこうちゃってほしい。さあ、インビジブル使って、クイーンクロックタウンホールまでしっかり合わせることができました。ちなみに僕はもう裏でね、このアタック全開取られたら編成変えようと思ってましたね。ここまでオール全開なので、同点ならね、時間勝負になるんですけど、今回の流れで結構、これ同点だなと思って、編成変えました、裏で。このアタックが全開になるかを見ながら、編成を2つ組んでね、やってました。さあ、これはね、突撃艦型のドラに合わせるようなトルネードとかだったんですけど、イメージ的には。さあ、全く関係ない攻めで、綺麗にいかれてます。さあ、罠が解除され、どんどん罠が剥がされていきますね。さあ、ただどうだ、マルチが2本真ん中でいるんで、さあ、レイジ使われていって、フリーズで固められていく。純正ラバルっていうところもあって呪文が豊富ですね。さあ、真ん中はドラゴンライダーがしおっていって大量のバルーンが残っていって、そんな裏切りある？ここでラバルをきれいに突き刺されていく。うまいですね。これはしかも結構これがね、そんなに時間的に2分20とか10秒ぐらいでの全開だったので、これは編成変えようと変えてる段階です。元々のプランはね、僕クイヒーラバルで組んでたんですけど、はい。ちょっと次のアタック見ながら。はい、というわけでね、4人終わって、お互いオール全開というところで、時間勝負になるかなってところで編成を変えていきました。時間のリードはもともとクイーンウォーカーズの方にあったんですけど、僕がやろうとしてたプランがね、かなり遅いアタックだったので、それよりは速くなるだろうスーパードラゴン花火編成をやっていきました。まずはロケバルとドラゴンライダーでイーグル砲を単独で追っていく。これ美味しいですね。この配置覚えてる人いるかな？ ATN の使った配置で、ライトニング3発型のね、クイヒーラバル、僕動画にしてる、紹介にしてるやつなんですけど、それがちょっとね、施設が変わってて、若干対策したんかなーって思いながら、同じルートを少し改良しつつ攻めようかなと思ってたんですけど、いかんせんクイヒーラバルっていうのと、結構クイヒーで時間見て、残り50秒ぐらい、45秒から50秒ぐらいのところがね、ラバルスタートするイメージだったので、もうちょっと早くなるかもしれないけど、全開になってもね、2分50秒台ぐらい、2分40後半台の全開になるなと思ったんで、チャチャ e スポーツのイメージだとやっぱり、ね、スーパードラゴン1分台とかの全開をね、たくさん見てきてるので、これはちょっとやばいなと思って、編成を切り替えてきました。さあ、花火打ち上げていって、シングル IT、タウンホール、投石区画。これは以前も別の動画でね、紹介してるんですけど、ヒーローパート、まだやりません。サイドカットに使っていきます。使う方がね、一般的なんですけど、ヒーローは使わず、12時からの展開です。もともと12時からやるって決めてたんですけど、4時サイドから進めていくのも、結論はありっちゃありだったかな。もう少しヒーローを早めに展開しといてよかったですね。クイーンだけでも。さあ、全ユニット落ちて、ここからはヒーローで削っていく段階なんですけど、ちょっとこのトルネードがだるい。だるいのか？そんなにだるくなかったね。撤回しておきましょう。さあ、キングでターゲット取ってもらいつつ、ロイヤルチャンピオンも後ろから登場。
そうだね。クイーンもうちょっと早く展開しておけばヒーローもうちょっと早い展開ですごいな、巨爆。できたと思うんでね。さあ、リクスケテスラもかなり多かったんですが、ここはまだ落ち着いてポイズン残していって、簡単に処理できますからね。さあ、ロイちゃん早めのブーメラン。ここはもう残ってる防衛施設的に、ここで打つのが正解ですね。さあ、クイーンクロック打って、残しておいたポイズンやはりありました。まだ絶対やるでしょと思ったから、ポイズンは残しておいて、さあ、最終的にフィニッシュで、まあ、クイラバよりは全然時間が早く済んだかな。というわけでね、15点取っていって、プレッシャーをかけていきました。元のプランよりは20秒、30秒ぐらいは早くなったんですけど、まあそんなに早い全開ではなかったので、まあ、ちょっと、あんまりスムーズにできなかったなっていうのが反省点ではありますが、さあ、選んだ編成がクイヒーライダーってとこで、マジかって、時間勝負捨てたのかなと思ったんですが、さあ、ジャンプ入りのクイヒードラゴンライダー、ストライカーまで添えていきつつ、あんまり編成変える人多くないのかな。高校なんだからもう絶対に時間勝負、制限タイム分かってるはずなんでね、クイヒーライダーで行くぐらいなら編成変えて時間勝負狙った方がね、どっちにしろ負けなんだからいいんじゃないかなって思うんですけど。さあ、早くもキングサイドカットしてボマー展開からのドラゴンライダーウォーデンと、ラバーみたいなボマーの使い方してましたね。後からバルーンを出していく。本命チェック用のバルーンっていうよりはなんか本体バルーンとしての使い方みたいな感じなのかな。ジャンプをタウンホールシングル区画の方に誘導していきつつ、早めに使っていったのでヒーラーがマルチ IT の横打ち入る前に本体ユニットたちでマルチのタゲ取っていこうっていうそういう形ですかね。さあ、ここでトーム使っていってキングの方にテスラモリリクスケあるので、さあ、そもそも時間勝負もありますが、前回取らなければシンプルに星数で勝ちですからね。どうだ。さあ、ジャンプでクイーンはタウンホールの方に戻ってきつつ、クロークで速攻でタウンホール破壊。うまいな。いや、これシンプルにプランめっちゃぶっ刺さってる。これ強いっすね。後出ししたバルーンが全部これ後から出したバルーンこれ何も仕事してないでしょ絶対。大名行列みたいについてきてるだけだもんこれ。何もしてない。これぐらいならホーミングチェック用のバルーンに使ったバッテリーの重量がねなくなってきて、ちょっと連続で取り続けてるので、最近気絶しながら動画撮ったりとかもあってね、夜遅くにハードスケジュールです。はい、というわけでね、前回取られてこれでお互いパーフェクトです。はい、というわけでね、結果15対15ということで、これ1回戦ですよ。1回戦で15対15って何事案件なんですけど、さあ気になる時間見ていきましょう。時間はこんな形というところで4秒差です。はい、4秒差。クイヒードラゴンライダーの中では結構早いタイムだったね。2分10秒ぐらいだったかな。でも確かに展開的には結構ジャンプ打ってもドラゴンバッコーンみたいな感じだったもんね。結構早めだったですね。まあ、4秒ってなると5人分なので平均的に1人4秒差ってことは 4×5 で20秒、合計20秒の差があったわけですね。なので僕のトータルでチームで20秒の差があったんですけど、僕の前回が確か2分36とかだったんですけど、これが2分56秒だったら時間が同点ですね。なので、編成を変えてよかったなって思ったかな、とりあえずは。多分クイヒーラバルでもそれよりは早く全開になってたと思うんですけど、まあ、相手がクイヒードラゴンライダーってところでこの時間にはなってるんですけど、スーパードラゴンとかでね、1分台の全開取られてたら多分ね、結構、これでも時間でもしかしたらまくられてたかもしれないんで、2分10秒でこれだから1分40とか30ぐらい出されてたら逆転されてたかもしれないですね。そう考えるとやっぱ選択としては戦術変えてよかったんじゃないかなと思います。てか変えなきゃ負け筋だったかなと思って変えました。ただそんな早いタイムにならなかったのがちょっと反省点なんですけど、選択肢としてはやっぱ変えるべきっていうのが結論だったかな。ちょっと普通にやってもね、時間で勝てそうかもみたいなね、アドバイスもあったんですけど、これ多分逆転相手次第であるよと思って、いや、変えた方がいいって言って変えました。結論4秒差なんでね、
こういうところはなんだろう、引き分けになる、なんか時間勝負に慣れてきた感はあるんで終盤の見極めもだんだん上達してきたかなっていうところですが、いやー、1回戦でいきなり15対15はハードですね。まあ、何はともあれ勝ち上がりまして、これで2回戦進出ベスト8ということで、まあ、この大会まだまだ続いていきますよと、次回以降もラッシュ GG 大会勝ち上がってやっていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。